ちのを使いすぎたらよそのは使われんっていう感じで。人助けじゃねえけど何ぼか喜んでくれる人がおるっていうことが嬉しいかなっていう。鍛冶屋ありきな生活がずっと体に染みついてる。はい、いらっしゃいませ。こういう感じで鋼つけて形になっていくという感じで120何年ぐらいです。社長が3代目で自分は4代目の予定地かひいおじいさんからっていう感じで、代々まあそうですね4代ぐらいですけど今74歳になりました。仕事を始めたのはですね、高校卒業してからだけど、もう高校生の時から親父のもう夕方4時帰ってきてから7時まで仕事をするっていうのがもう普通やった。自分は3代目なんで。今からが本当に暑くなるよ。これが地金の部。これは放酸と鉄を1対1。これ家で作ってる。まあこれがいいなっていうのができんのに。ちょっとお茶の時間。これが冷えるの待たないから。まあ純ちゃんお茶飲む。本当に使い出しても長く研がなくて結構長く切れるんですよ。そうさっといくきねやっぱり。
お客さんもよく言ってくださる。もううちのを使いすぎたらよそのは使われんっていう感じで。ほら感覚漬物とかああいうのがもうほんと薄く切れるんでもう幸せです。魚をさばいてスーッとしたらもうほんとスーッといくんですよ、身が。だから骨にあまり身がくっつかないでよくきれいにできます。もう出てきたのに食いない。食べない。そうじゃまた。いただきます。もう家一応今からショットかけて。ショットかけるんで砂を吹きつけてな、こう砂をな、こう鉄のこうあれなんやけど、これを吹きつけてこの表面を落とす。これ15分ぐらいかかる。こんな色になった。監視してみらんとわからん。500度もないんやないかな。今から刻印打って成形をしてんなる。食べることの元が包丁だっていう、そういう刃物だっていう、お百さんのだって下を支えてる職業やなっていう感覚はあるな。人助けじゃねえけど、なんか何ぼか喜んでくれる人がおるっていうことが嬉しいかなっていう。1900年にしておき124年うち親父から言われても100年すりゃもういいんじゃねえかっていう言われてもうとっくに過ぎちゃうし、もういつどうなってもおかしくはねえんだろうけど、まあ子供がある程度の年まではするじゃろうなとは思うけど、木に挟んでね硬いプール研ぎよったんや。これは私が宣伝でけんかなと思ってな。焼き入れして泉を取ってそれから研ぐ。
これは、焼き入れ前の状態で成形が終わった状態で、こちらは、焼き入れ焼き戻しをした後になります。でこの状態から今から研いでいきます。親子なんで26歳ぐらいからこの仕事を始めて、そこから師匠っていう感じですけど、もう住居もずっと同じで、なかなか喧嘩しなくもないですけど、意見の違いもありながら、鍛冶屋ありきな生活がずっと体に染みついて続いていくのかなって思いますけどね。これぐらいで鋼が半分ぐらい出たぐらいで裏返しって感じですかね。目がだんだんちっちゃくなっていくんで綺麗になっていきますね。鋼と地金の境が今見えづらいと思うんですけど、それを色出しする感じで梨地色を出すっていうかね、鋼と地金の境を見やすくする。これも軽く当てるだけですけど、これは返り取りですね。焼いてから差し込むと絵が割れにくいんで。切れてるの分かりますかね。一本これでいいですか。ホテル民泊運営は当チャンネルにご相談を。開業から運営までトータルサポートいたします。当チャンネルを通して宿泊施設を PR し、視聴者に認知させ、強い集客力を実現。月間約500万人に宿泊施設の宣伝ができる。これまで撮影した約600店舗と協業し、ツアーを展開する独自の集客マーケティング方法。気になる方はコメント欄トップの URL へ。